皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、山尾志織氏の出馬会見について取り上げます。国民民主党の参議院選挙向けの公認候補者として、山尾志織氏と須藤元気氏らが参議院選挙の公認候補として発表され、それ以来国民民主党の支持率は下がり続けています。現在のところインターネット上でどのような発言が、どのような人たちに対して反応しているかについて調査が行われました。主に山尾志織氏の場合だと、国民民主党の支持者以外の間でなんでこの人が政界に戻ろうとしているんだという否定的な意見が多くあったそうです。これは山尾志織氏の不倫問題が非常に根深く残っていることを意味しています。一方で須藤元気氏の場合だと、国民民主党の支持者の人たちの中から、なんで党の方針と全く異なる人を公認候補として推してくるのかと拒絶感が強く、支持者離れを促進させたと分析されています。このように2人ともそれぞれの理由があって国民からの嫌悪感が強く出ているわけですが、山尾志織氏の場合だと不倫問題についてやその他最近だと女系天皇の推進問題なども説明を求められています。そこで出馬会見が今回行われました。本人も SNS で真摯な対応を心がけるといった話を X で発信しており、さあどのような内容になるかとかなり注目されていました。ところが会見が開かれると、その内容にインターネット上ではかなり否定的な評価が強く出て、火に油を注ぐどころかガソリンをぶっかけるような勢いで事態を悪化させているように私には見えます。まず第一に、山尾志織氏が公認候補として選挙に出るようになった理由というのが、国民民主党の玉木代表からどうか選挙に出てほしいと要請があったそうです。玉木代表にしてみれば、女系天皇を推進していることや不倫問題についてはさっしゃる問題と考えていない可能性があります。この時点ですでに問題があります。会見の冒頭においては、自分の過去についての話がありました。例えば、ガソリン代の不正請求問題。これはあくまでも自分が実行したわけではなく、あくまでも秘書が行ったことであり、管理責任については認めました。一方で、議員特権である無料 JR パス券の不正利用についてはこれを認めました。過去にも一度謝罪はしたものの、その時の対応としては非常にずさんなものであり、その時の自分が未熟であったと話をしました。ここまでは過去についての話を述べたわけですが、話の本筋である不倫問題についてはかなり話をはぐらかすようなことを行いました。記者からの質問が飛んだ時には、この場で新しいことを何か言うことを皆さんが期待しているようですが、私からここで新たな話をする気はないといったようにして回答を拒否する場面が相次ぎました。何か言われるたびに、あくまでも8年前に全てお話ししており、今何か新しい話をする気はないということを繰り返すばかりでした。不倫相手の妻が自ら命を絶った件についての質問をされた時にも、自分は詳しくは知らないからという理由で多くを語りませんでした。そもそも8年前の対応が悪かったと一応反省したはずの言葉があったのですが、結局はその時と似たような展開になっています。不倫をしたんですかしてないんですかというような質問についても、はっきりと不倫をしていないともしていたとも言わずに、8年前に全て話したことが事実ですと、その時点で話を打ち切ろうとしていました。だからこそ記者からは何度となく似たような質問が出て、どうだったんですか、事実ですか、事実じゃなかったんですかといったようなことを聞かれる始末でした。また政策面についても女系天皇の推進という持論があることについてコメントを求められると、今この記者会見の場で話すことはないとして回答を拒否しました。この記者会見の前の段階においては、国民民主党の党の政策として男系男子移住というものが掲げられており、しかしそれはあくまでも今の段階はそうだけれども、その先には女系天皇の議論がされるべきだという話をねじ込もうという話をしていました。だからこそ改めて今の持論と党の政策との噛み合わなさといったものについて考えを求められたのですが、ノーコメントで答えました。これでは説明責任を果たしたとは言えないでしょう。不倫問題について自分が不倫していないというのであれば、自分の対応が悪かったような話をするのではなく、むしろ週刊誌報道が間違っていたというのであれば、そのことについて提訴するなりして自分の身の潔白を証明するような努力をすべきでした。そのようなことをしない状態で過去の自分の行動が悪かったことを謝罪するというのであれば、これはまた非常に対応としては不誠実、そして矛盾しているとしか見えません。会見前に自身が話していた真摯な対応というのは結局何だったのか、質問されたことに対してストレートに決して答えずに逃げ回るという姿は非常に不誠実なものだったと見えます。
インターネット上では一体何のための会見だったのか意味がわからない。どうしてこのような人物を国民民主党が選んだのか合理的な理由がわからない。なんでみんなに迷惑をかけていると述べているのに、それでも出馬しようとしているのが、むしろ腹立たしく思えるというような意見などもありました。出馬するにあたって、本名の菅野志織ではなく、山尾志織で出るという件について言っても、不倫相手の奥さんが自ら命を絶つなど、その周辺やまた自分自身の家族についても過去を思い出せるようなことであり、なんでその名前を今もわざわざ使うのかというような質問に対して、自分が迷惑をかけたことに謝罪しながら結局今もまた加害者としての行動をとっているのではないかとの指摘もありました。不倫問題についてはあくまでも政治家としての政策面での動きではありません。しかし、不誠実な対応をとっているということに関しては、信頼できる政治家なのかどうかという問題について直結する話であり、この点を無視すべきではないでしょう。山内氏の出馬会見について、あなたはどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。